こんにちは。今日は、アンデルセン童話、醜いアヒルの子を、優しい日本語で、ゆっくり話します。昔々、あるところに、静かな池がありました。その池の近くに、アヒルのお母さんが住んでいました。お母さんは、藁で作った小さな巣で、卵を大切に温めていました。ある暖かい日、卵にひびが入りました。パリパリパリ、と音がして、ヒナが生まれてきました。黄色くて、元気なアヒルのヒナです。お母さんは、とても嬉しそうにヒナを見ました。でも、最後の卵から生まれたヒナは、他と少し違いました。体は黒くて、大きく、あまり可愛くありませんでした。お母さんは、そのヒナを見て、少し困りました。どうして、この子だけ違うのかしら。そのヒナは、周りのアヒルたちから、醜いアヒルの子、と呼ばれました。他のヒナは、醜いアヒルの子を、仲間外れにしました。お母さんも、少しずつ、離れていきました。醜いアヒルの子は、とても悲しくなりました。ある日、醜いアヒルの子は、巣を出て行きました。ここには、もう自分のいる場所がないと、感じたのです。歩いて、歩いて、違う池に着きました。でも、どこへ行っても、同じことが起こりました。他の鳥たちは、醜いアヒルの子を仲間外れにしました。誰も優しくしてくれませんでした。やがて寒い冬が来ました。冷たい風が吹き、雪がたくさん降りました。池は氷で覆われました。醜いアヒルの子は一人で長い冬を過ごしました。体は冷たく、心も寒くなりました。とても辛い時間でした。やがて雪が溶け、春が来ました。暖かい日差しが池を明るく照らしました。醜いアヒルの子は水のそばに立ちました。その時、湖に白く美しい鳥の群れがいるのを見つけました。それは白鳥たちでした。醜いアヒルの子はドキドキしながら群れの近くへ行きました。すると、一羽の白鳥がそっと近づいてきました。他の白鳥たちも周りに集まり、温かく迎え入れました。誰も醜いと言いませんでした。醜いアヒルの子がふと水を覗くと、そこに自分の姿が映っていました。それは白くて長い首の鳥でした。醜いアヒルの子は白鳥になっていたのです。白鳥は大きく羽を広げて湖を泳いでいきました。水の上には暖かい光がキラキラ光っていました。もう一人ではありませんでした。それからは白鳥として静かな湖で幸せに暮らしました。これが醜いアヒルの子のお話です。優しい日本語でゆっくり話しました。